皆さんこんにちは。一つのプラモデルを3つの動画に分け、完成までを収録しているプラモの時間。いつもご覧いただきありがとうございます。今回の動画は富士見日産ローレルハードトップ2000メダリストの完成までをお届けいたします。早速まずはクリア塗装から。クリア塗装工程に関しては全部で3回の工程。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドを使用。塗料はクレオスの GX100 スーパークリアー2をガイアカラー T01 薄め液で1対 1.5 程度まで薄め吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠めから塗料をボディ表面に対してふわっとのせるように吹き付け、1工程目と2工程目の間に軽く2000番のペーパーヤスリで表面を整え、2工程目はしっかり全体をまんべんなく塗装、3工程目は仕上げで各部塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けていきます。万が一垂れてしまった場合は最悪塗装を落としやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく作業をしていきます。徐々に番手を上げ滑らかな面にしていきますので、前もって逆算をしクリア塗装を行わなければいけません。ここでクリア塗装時に意識している塗料が垂れる寸前、つまり多少厚めにクリア塗装を行うことがここで生きてくると思います。取り出し工程としては2回の工程。まずはペーパーヤスリ2000番で水取りをし、次にラプロスの研磨クロス6000番8000番と番手を上げ水取りをしていきます。個人的な鏡面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。続いて鏡面仕上げの工程です。鏡面仕上げの工程としては3つの工程となります。ドレメルというメーカーのミニルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っていきます。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周、パーツ表面の層を軽く剥がす、または一皮剥くといった感覚で研磨していきます。あまり研磨しすぎても粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできずピカピカにはなりません。ですのであくまでも軽く1周といった感じで作業を行っていきます。2工程目はタミヤの再目で1周、3工程目はタミヤの仕上げ目で傷がなくなるまでを目安に研磨していきます。この3工程目の段階で下地が出ると本当に最悪なので、基本的には各1周、最終的に仕上げ目で傷をしっかり消すことができれば OK を目標に行います。最後の仕上げの際、長谷川のセラミックコンパウンドとタミヤのモデリングワックスを使用し、ツルピカにし完成としています。続いてフライシーというメーカーのリキッドクロームマーカーを使用し、ウィンドウモールのメッキ調塗装を行っていきます。手順としてはまず筋彫りの段階でウィンドウモールの外側にしっかり筋を入れることが大前提。クリア塗装を行っても埋もれない程度の筋をしっかり入れ込みます。その後ボディ塗装が終わり、クリア塗装工程の前後どちらでもいいので
ウィンドウモール外側に対しタミヤの墨入れ塗料で墨入れを行います。はみ出た部分はエナメル溶剤で拭き取り、次にリキッドクロームマーカーでモール部分に対し塗装を行っていきます。できるだけ墨入れをした部分に塗料がにじまないよう注意しながら塗装をしていきます。続いてウィンドウモールに増設したタイヤハウスモールにも同じ要領で塗装。ウィンドウモール内側にはリアルタッチマーカーの腹部分でゴムパッキンを再現し、旧車の特徴であるメッキウィンドウモールの塗装が完了です。次にシャシーとボディの合体です。まずは塗装が終わったボディに対しウィンドウを接着。ウィンドウとボディの間は最近の金型設計らしくバチピタで接着することができました。接着が固定するまでしばし角瓶プレスを。続いてルームミラーですが、こちらは鏡面部分に長谷川のミラーフィニッシュを貼り付け、形に合わせカット。次にサイドシル部分ですが、こちらは高級車らしくメッキが施されている箇所で直線的な形ということもあり、こちらも長谷川のミラーフィニッシュを貼り付け、爪楊枝の先端部分を利用し形に合わせなじませていきました。そしてウィンドウの接着が固定したボディとシャシーを合体していきます。こちらも最近の設計らしくガタガタしたり一切せずしっかり合体できました。次に仕上げの工程となります。まずはフロント部分からヘッドライトの周りにエナメルブラックで墨入れをし、輪郭を出した後ガンダムマーカーで縁取りをしたクリアパーツを接着。グリル部分は裏面からガンメタを塗装してあります。カープラは顔が命。納得いくフロントが出来上がったところで、続いてはリアコンビネーションに進みます。こちらも塗装を終えたクリアパーツに対しガンダムマーカーで縁を塗装。メッキパーツにナンバーステーパーツを取り付け、テールランプ、ナンバーと接着をし完成。前後のバンパーは樹脂パーツが別となっていますので、まずはこちらをメッキバンパーに接着。続いて接着した樹脂パーツのメッキ部分をエナメルシルバーをエナメル溶剤で薄めたもので、筆を利用し墨入れの手順で塗料を流し込み再現完了です。はみ出した部分はエナメル溶剤で拭き取ります。フェンダーミラーは接着面のダボ部分が小さく接着が困難なため 0.6mm のピンバイスで穴を開け、同じく 0.6mm の真鍮線を取り付けボディに接着しやすいようにしておきます。そしてここからラストスパート。ドアノブには長谷川のミラーフィニッシュを貼り付け、リア、フロントと先に組み立てておいたパーツたちを接着。どんどん完成に向かっていく姿がとても愛おしく、時には寂しかったりなど感情がせわしないのですが、ぐっとこらえながらホイールを取り付け、最後にドアミラー、ワイパー、サイドのウィンカーを取り付け、指先でベタベタにならないよう最後まで取っておいたサイドモールにメッキ調塗装を施し、ワックスをかけ、ツヤツヤボディにし完成です。10年ほど前、突如富士見から発売されたこちらの3代目ローレル。あの頃の富士見はサバンナや117クーペに MX41 チェイサーにジャパンなどを続けざまに発売するなど、作り手からすると目から鱗状態。その時期に発売されたこのローレルはパーツ一つ一つをとってもしっかり再現され、さらに作りやすいキットでリアルに作り上げることができるキットだと思います。
少しだけ車高を落としたちょいワルの渋い仕様で組み上げてみました。同じ系譜であるスカイラインジャパンとのツーショットは相性も抜群。この年代の車は僕の中のスーパーカーで、うっとりするほど個性があり、いつまでも眺めていたくなるほど。当時の背景を想像し、現代と照らし合わせ、回想しつつ今回の制作を締めくくりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。